でがインドが IT 大国になった理由を皆さんとシェアしたんですけれども、このインドが IT 大国になっていることが日本にどういう影響があるかというところですよね。皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日はインドが IT 大国である理由について皆さんとシェアしたいと思います。皆さんインドって聞くとどんなイメージ持ってますでしょうか？なんかタージマハルが有名だとか、カレーをよく食べてるとか、道路に牛がいるとか、こういったイメージ持ってると思うんですけれども、ビジネスの場ではインドっていうのは IT 大国、IT 産業が盛んであるということが非常に注目されています。なので今日は簡単にどうしてこれだけインドが IT 大国として注目されているかという話を皆さんとシェアしていきたいと思います。今日はですね、ちょっと難しい話も入ってくるので気合い入れて頑張っていきたいと思うんですけれども、まずどうしてインドが IT 大国と言われるかというと、一つ目の理由としてはインドってエンジニアがたくさんいるんですよね。これが挙げられるかなと思います。実際にある人材のデータによると、各国のエンジニアの数を比較した時に1位がアメリカで約470万人、2位が中国で約230万人で、3位が実はインドで210万人と言われています。実は4位が日本で約110万人程度なんですけれども、実はその日本とインドを比較しただけでも倍ぐらいね、実は差がついていると。で、さらに言うと、インドっていうのはね、貧富の差っていうのも少し大きい国なんですけれども、識字率とかも地域によっては低かったりするんですけれども、そういった背景もありながらも、こういった高度な技術を持つ IT エンジニアっていうのをたくさん輩出していて、そういったところからもインドが IT 大国と言われる理由があります。で、どうしてこれだけインドエンジニアがたくさんいるのっていう話ですよね。まず一つ目は、インドでエンジニアっていうのはすごく人気の高い職業なんですよね。よく親が子供に勧める職業トップ2、これが実はインドだと医者とエンジニアなんですよね。これなんでかっていうと、稼げるからですよね。そう、エンジニアっていうのは、自由で、稼げる仕事ということで非常に人気の高い仕事となっています。で、インドでエンジニアが人気な理由はもう一つ歴史的な背景があるんですけれども、皆さん一度は聞いたことがあるかもしれないカースト制度っていうのが関わってきます。で、このカースト制度っていうのは何かというと、職業に応じた身分制度のことを言います。職業分類制度みたいな形なんですけれども、このカースト制度っていうのはかなり長い歴史があって、いわゆるそれぞれの職業にカーストが振り分けられるんですよね。で、基本的なルールとして、そのカーストっていうのは親子から子供に引き継がれていって、その職業を変えることはなかなか難しいと言われています。例えばなんですけれども、オートリキシャのお父さんから生まれた子供はそのままオートリキシャの運転手になると、そういった形で職業は変えられないというのは基本的なルールなんですけれども、 IT 産業っていうのは近年生まれた産業なので、このカースト制度の職業分類の中には当てはまっていないんですね。なので、例えばちょっと職業分類的にはなかなか稼ぎにくい職業だったとしても、この IT エンジニアになることによってもしかしたら、ちゃんと技術を持てば稼げるかもしれないみたいなところで、いろいろな人がこの IT エンジニアに挑戦する背景もあるんですよね。なので、このインドでは非常に IT エンジニアが人気の職業となっています。2つ目の IT 大国と言われる理由なんですけれども、2つ目の理由は、インドって実はスタートアップ大国なんですよね。で、この話もしかしたらあんまり有名じゃないかもしれないんですけれども、いわゆるユニコーン企業ってありますよね。企業時価総額が10億ドル以上の未上場企業のことをユニコーン企業って言うんですけれども、実はこのユニコーン企業の数、インドは世界第4位なんですよ。アメリカ、中国、イギリスに続いて第4位なんですよね。つまり非常にスタートアップが育ちやすい市場というふうに言われています。で、どうしてこれだけいろいろなスタートアップが育ちやすいかというと、インドっていうのはですね、リープフロック現象という現象が起こりやすいんですよ。このリープフロック現象ってまた難しい言葉出てきたんですけれども、リープフロック現象っていうのは、新しいテクノロジーの方が社会的インフラができるよりも早く、いわゆるこのインフラ、社会的なインフラになっちゃうっていうところなんですよね。もうちょっとわかりやすく言うと、いわゆる発展途上国、インドみたいな発展途上国ではまだまだ社会的インフラが整ってないみたいなこともあるんですけれども、テクノロジーによるサービスがその社会的インフラができるよりも先に乗り越えて、いわゆるいろんな人に浸透していくっていう現象が起こりやすいんですよ。わかりやすい例で言うと、例えば固定電話が普及するよりも早くスマートフォンが普及してしまって、みんなのインフラがスマートフォンになるみたいなところで、例えば銀行口座が開かれるより前にスマートフォンのアプリケーションのダウンロードの方が早くって、いわゆる電子マネーが普及するとか、そういった現象が起こりやすいんですよね。なのでこ
こういう点で比べると実は日本よりも進んでる IT のサービスっていうのいっぱいあるんですよ。その一つが電子マネーですよね。インドっていうのはこの電子マネーの普及っていうのがすごく高いんですよ。他にも例えばライドシェアとかタクシーのシェアとかですね、とかデリバリーサービスとか、こういった IT サービスが実は日本よりもインドの方が普及しているという事実もあったりします。なのでインドっていうのはこういった IT サービスとかが実はディープフロック現象によって浸透しやすいというところでいろいろなサービスが登場して、社会的にもそういった変化っていうのがすごく著しいところも挙げられるかな。他にはですね、実はアメリカとインドっていうのは時差が12時間から13時間程度あって、このアメリカのいわゆるブランチとしてインドが相性がいいっていう背景もあったりします。例えばインドから何かIT の案件をインドに送りますよね。そうするとちょうどアメリカの夜の時に送るとインドが朝方なので、ちょうどアメリカが次の日始業する時にインド側がそのもらった案件を終わってアメリカに戻すと、こういったやり取りが時差の関係で成り立ちやすいんですよね。なので、そういったところからもアメリカの IT の案件をたくさんインドが受注して、IT 産業が育ったみたいな背景とかもあったりします。なので実はアメリカにある IT 企業の本社に続く第2のブランチで、インドっていうのはすごく大きなブランチをたくさん持っているみたいな事実もあったりします。Amazon とか Facebook とか Microsoft とか、そういった大きな企業がインドに第2のオフィスを持っているみたいな事実も実際はあります。こういったところからも IT 産業が育ちやすい背景があって、インドが IT 大国になったみたいな歴史があります。ここまでがインドが IT 大国になった理由を皆さんとシェアしたんですけれども、このインドが IT 大国になっていることが日本にどういう影響があるかというところですよね。ここをですね、今日私なりの考えを2つシェアしていきたいと思うんですけれども、1つ目はインドからの IT エンジニアというのは日本でどんどん増えてくるかなと思います。これはどういうことかというと、日本っていうのはこれから、IT 人材を含め人口不足になっていくと言われていますよね。それと比べるとインドっていうのは、IT 人材も多いですし、そもそもね、インド人ってインド国内での仕事就職ってすごく難しいんですよね。なぜなら人口がすごく多いのでコンペティティブ、競争が激しいんですよ。なので彼らもできれば海外で働きたいというふうに思っているメンバーっていうのはすごく多いので、この日本の IT 人材不足とインドの IT 人材型、この相性がすごくいいんですよ。なので近年たくさんの日本企業が IT 人材を採用しようというふうに、すごく皆さん頑張ってますよね。なので今後インドの優秀な IT エンジニアというのは日本にやってくるかなと思います。でさらに2つ目なんですけれども、インドがスタートアップ大国であるので、インドからのサービスが逆に日本に輸入されるみたいなこともあるかなと思います。例えばなんですけれども、最近話題になっている PayPay っていうアプリありますよね。実はあのアプリっていうのはインドの Paytm っていうアプリの元々のサービスが基盤となって日本の PayPay っていうのは開発されたという背景があります。なので実はインドっていうのはディープフロック現象も起こりやすいので、日本よりも実は IT サービスって浸透しやすいんですよね。なので今後さらにインドの IT サービスが参考となって日本にサービスがやってくるみたいなこともどんどん起こってくるかなと思いますし、逆に言うと日本がインドの IT サービスを参考にして新しいサービスを開発していくみたいなことも起こりうるかなと思います。一般的なイメージはね、日本の方が先進国で日本の方が社会的インフラも進んでるみたいなイメージもあると思うんですけれども、発展途上国がゆえのそういったディープフロック現象が起こって、実はインドから新しいアイデアが生まれるみたいなことも今後十分起こりうるかなと思います。実際に調べてみるとインドのユニコーン企業っていうのは結構ね、いろいろな斬新なアイデアで世界に広がっていったみたいな事例もありますよね。例えばオヨとか、オヨ皆さん日本でもありますよね。そういったところでまだまだ例えば中国テックとかと比べるとインドの IT 企業っていうのはまだまだ注目されてないかなと思うんですけれども、こういった背景からもインドの IT 市場、インドの IT 産業というのは今後さらに日本への影響も大きくなってくるかなと思います。ということで今日はインドが IT 大国である理由と、それによってどういうことが日本で影響が起こるかということを皆さんと簡単にシェアしました。これ以外にもね、いろいろ IT が注目される理由はあると思うんですけれども、今日は簡単にねこの点を押さえていってもらえると嬉しいかなと思います。この動画がいいなと思った方はぜひコメントと評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。